キートン君、一体何を考えているんだ。そんな格好で砂漠に来るなんて。いやー、暑い暑い。なぜここの砂漠がタクラマ館って呼ばれるのかよくわかりましたよ。出土品の保険鑑定は重要な仕事だ。ロイズももう少し人選に慎重を期してほしいものだ。なんだね。たまたまロンドンでこんなものを手に入れたんですが、この辺の出土品らしいんです。なんだかわかります？そんなもの知るか。ただでさえ時間がないんだ。黙って自分の仕事だけしていたまえ。まあ助手の山本です。とりあえず発掘現場のご案内を。ああ、どうも。くそー。高倉教授はキートンって男がお気に召さんようだね。何でもかつて出土品の文様の解釈で真っ向から対立したらしい。なるほどね。しかし大学講師兼保険の調査員か。何にしても変わった男だね。だいぶいろいろ出てるそうですね。ええ、この辺りは紀元前からオアシス国家として栄えた場所ですから。あの壁はそう古いものには見えませんが。はあ、教授たちも16世紀あたりのものだろうと。それじゃあ今回の発掘目的のオアシス遺跡は？あの壁の下の紀元2世紀の層に埋まっているはずなんですが。あ、シェイク。ご紹介します。ウイグル族のシェイク、つまり長老のアブドラ・カリム・ムハマド氏です。シェイク、スースペン、ストンストティヌムガ、セイホーシャルマン。シェイクはこう言っておられる。あなたは発掘隊の中で唯一イスラムの作法を心得た方ですなと。あの人が同意してくださったおかげで今回の発掘が実現したんです。もう100歳にもなられるとか本当に温和な人なんですが、どうも今の族長をしている息子がね。何か問題でも？ええ。何をするんだ。岩陰にはサソリが多い。注意したまえ。あれが問題の息子アブドラ・アバスですよ。文武両道に長けた人なんですが、ウイグルの土地に入り込んだ我々をよく思っていない。いや、憎んでるんですよ、完全に。やはり撤去するしかないですよ。しかしあの壁はウイグル族にとって何か価値のある。そんなこと長老も族長も公式には何も言ってない。いいですか、コリンズ教授。中国政府が許可した発掘期間はたったの1週間なんです。あの壁の下に埋もれているはずのヘレニズム文化の東方への伝来を示す遺跡、諦めてもいいんですか？ウイグル族にとってあの壁はどういう価値があるんですか？それがよくわからないんだ。我々が異教徒だからか、長老も具体的なことは何も。キートン先生なら。シェイクはキートン先生を褒めてました。だからもしかすると何か話してくれるかもしれません。山本君、君は。キートン君どうかね。コリンズ教授、少しの間待ってみようじゃないか。お願いできるかな、キートン君。はい。
長老はこう言っておられる。我々ウイグルがこの地にとどまっているのは、この地が伝説の英雄サーディクの聖地とされていたからだ。ある日、私はアッラーの声を聞いた。神は命じられた。祖先の偉大な歴史を学べと。だから私はあなた方に協力したのだ。そしてついにあれを発見した。あの壁のことですね。冗談じゃない。今を逃したら中国政府がまた発掘許可をくれる保証なんてないんだ。ウイグル族の連中には気づかれてないだろうな。はい教授。あの壁こそは1000年の昔、この砂漠で戦った英雄サーディクの聖なる墓の上に立った礼拝堂の跡。中央の壁のくぼみは聖なる印だ。アッラーのお告げは間違いではなかった。キートン先生、意味わかりました？よくはわからないけど、この世界にはよそ者がずかずか踏み込んではいけない場所がたくさんあるってことです。ああ。壁を壊さなくても横から掘っていけば下の層は調べられます。たとえ時間はかかっても中国政府の許可を取り直して。何なんだ一体。まさか。キートン先生。待て、やめろ。教授、やめさせてください。おお、今さら止められん。しかしあんな壁が何だというんだ。歴史的に見れば何の価値もない。父上、これでお分かりになったでしょう。奴ら外国人が我々の歴史をいかに汚しているかが。父上！父が死んだ。猿ぐつわと縄を外せ。こんなことをして中国政府が黙ってないぞ。父の死を償ってもらう。安心しろ。傷つけるつもりはない。ここに置き去りにするだけだ。お前たちの罪はこの砂漠が裁いてくれるだろう。2時間で夜が明ける。もって4時間の命でしょう。あの背広の男はもう少し長く生きるかもしれん。え？あの文明崩れが？背広に長ズボンは直射日光を避け、通気性もいい。それを知ってやっているとすれば、あの男ただ者ではない。なに、恐れることはない。南に向かって歩いて行けば聖域南道に出るはずだ。そうですね。夜が明けて2時間で我々は死んでしまいますよ。何をバカな。砂漠の強烈な日差しが体からみるみる水分を絞り取ってしまうんです。タクラマカン。この砂漠の名前はウイグル語で生きては戻れぬ砂漠という意味なんです。部下たちは近くの村をくまなく探し回っているが、教授たちの手がかりはない。ゆうべ砂嵐がありました。ひょっとしてあれに巻き込まれたのでは。私は父の喪に服しているので動けないが、できる限りのことはしよう。で、奴らの死体は回収したのか？それがまだ生きてるんです。何？穴を掘ったんですよ。
それも日中そこに日の差し込まない東西の方向に。キート君、何を食っとる？ああ、これしゃぶると唾液が出ますよ。よこせ。石ころじゃないか。くそ。じゃあこれはどうです？根にはわずかですが水気がある。とにかく出発しよう。待ってください。北極星の位置からすると我々の現在地はタクラマ間の中央よりずっと南です。西域南東まで少なくとも60キロあります。水できれば塩分が確保できるまでここを動くべきじゃない。水を確保だと？雨乞いでもする気か？すぐ出発しよう。しかしハニー助教授は脱水表情がひどい。歩くなんて無理だよ。そうか、そうやって死を待つ気か。私はごめんだ。生きてやる。一人でも砂漠を突破してやる。死んでたまるか。先生。高倉先生。我々の持ち物はこれだけです。鳥の彫り物に防水ポケットの内側から破り取ったビニール6枚。ダメだ、これじゃ石器時代以下だ。いや大したもんですよ。これだけ揃えばウイグル族風に言えば神の恵みってやつです。それは黒曜石だね。ええ、黒曜石や石英は打撃によって一定の形に剥がれます。こんな砂漠でそんなものを作って何になるんだ。かかったぞ。やった。見てください。ジャコウネズミです。今朝足跡があったからいくつか簡単な罠を仕掛けといたんです。さあ皆さん手を出して。温んでおいた方がいい。血液は水、塩、タンパク質の完全栄養食です。私は吸血鬼じゃない。アバス族長、彼らへの処理はまるであなたの父へのやり方だ。日頃あなたがおっしゃっている合理主義による民族自決闘争とは程遠いのでは？お前も知っているだろう。伝説の人物サーディクの物語を。サーディクは多くの戦をしたが女子供だけは決して傷つけなかった。しかしある時部下が誤って子供数十人を処刑してしまった。サーディクは自らアラーの裁きを受けるため腰布一枚で砂漠の中に身を置いた。生きて戻れるか否か神に問うたのだ。そして4日後に彼は生還した。砂漠の英雄カーリマンとしてな。父はカーリマンの伝説を信じていた。だが伝説はあくまで伝説だ。あの砂漠から生きて戻るのは不可能だ。寒い。もうちょっとの辛抱です。しかし君はどこでそんな技術を身につけたのかね。軍隊にいたことがあるんです。不思議な男だね君は。よし、できた。いいですか？今から小便はこのビニールをどけて穴の周りにしてください。
今さらトイレなんか作ったって体がカラカラで出るもんも出ませんよ。人間の体は脱水症状が進むほどかえって頻繁に尿が出るもんなんです。そうだよ、やっぱりこう使うんだ。カーリマン、ただの迷信だ。水だ。そうか、君は太陽熱で地中の水分を蒸発させて。ああ、理屈なんてどうでもいい。早く飲ませてくれ。ゆっくりと一口ずつですよ。全員まだ生きています。奴らが生きて帰ったらどうするおつもりですか？ありえない。しかし万一そんなことになれば族長であるあなたの名に傷がつく。不可能だと言っておるんだ。報告します。奴らは街道へ16キロの地点まで到達しています。何？まったくなんていう男だ。ネズミの皮で靴と水筒まで作るとは。今度は一体何を作ってるんだね。槍です。いずれ役に立つと思いましてね。やっと分かったんです。これの使い方、逃走機だったんですよ。それも手じゃ投げられないような長い槍用の。私は君を見ていると死ぬ気がしないよ。高倉先生、私はもう限界だ。山本さん、そっちを担いで。やめろ、ここに置いてけ。苦しい思いをして砂漠を脱出してもどうせ殺されるだけだ。違う。英雄サーディクの伝説をご存じないんですか？多分、いやきっとアバスは我々がこの砂漠から生還しさえすればもう手を出すことはない。大切なのは生きることです。全員で生還することです。キートン君、さあ、夜明けまで歩き続けるんです。そしたらまた穴を掘って休みましょう。みんな大丈夫ですか？あ、そういえばもうすぐユリコの誕生日だな。何か買って帰らないと。死んだか？おそらく。街道まで3キロか。手厚く葬ってやれ。族長！生きてます！一体何を？あいつは戦おうとしているんです。待て！水をやる。水を飲ませてやれ。あいつは
砂漠のカーリマンだ。疲れ切っても声も出ないほど自分を切り裂くことはないよ。あなたは In my mind ため息こぼす僕に何も言えない君音のないテレビを見つめて坂道登ることに迷いなど感じない。時が過ぎる限り僕らは強くなれる。男はかつて戦士だった。国と名誉のために戦い勝利をつかんだ英雄だった。だが男は今全てを失い傷つき疲れ果てていた。汚れた英雄。彼が再び立ち上がる勇気を得る日は来るのだろうか。次回、家族。